変な時間からライブ配信を始めております。8月の23日、19時23分、8月23日。すみません。明日僕ちょっとですね、東京の方に行かんといかんので、なんとなく分かっている人は分かっているかなと思いますけど、配信を始めたいと思います。今日はちょっとなんか、すみません、土平日の、大丈夫かな。これ本当は配信者の皆さんが4人一応見てると。よく初めに大丈夫かな、聞こえてますかとか言うのね、本当ね、一人でおっさんやってるとね、めっちゃ不安なんですよ。で、今日はコットマンのスムーズのパッドを買っておきました。パッド、こういう紙のやつね。一枚一枚剥がして使った方が良さそうやね、これなんかね。よし、これをちょっとですね、モデルさんを少しですね、募集しましたら、これおいくつぐらいなんかな、感じやね、ほんまにおいくつぐらいなんかな、お写真を送ってきていただきました。こんばんは。すみませんね、変な時間に。みちみちさんも、赤坂さんも、かきねこさんも、おさえさんも、今始まった、まさかの。1時間ちょっとです。8時半までなんで、私の我が家のチビの状況を考えると、のりおっちゃんさんも、こんにちは。明日でも試合が何時までなんですか、あれサッカーって僕よく分かってるんですけど。で、ちょっと今日はもうこんなん思い切ってね、こんなんも買うてきました。濃いめの鉛筆。なんかこう、クロッキーとデッサンの間ぐらいのことを、ちょっとこう皆さんにこうお見せできたらなというふうに思ったんで、デッサンとなるとすごいこうかしこまってしまうんですけど、少しそういうのをなんかお見せできんかなというふうに思って、今日はやろうかなと思って、なんか何の影やこれ。マイクの影？何の影？これ、違うな。マイクの影か。なんかの影落ちとんな。これ何の影や。ごめんなさい。こうすればいけるか。始めていこうと思います。だらだらと皆さんね、永田博士さんかな。こんにちは。ちょっと読み切れんかもしれませんけど、ちょっとごめんなさいね。まだ設定をいじるの忘れていたんで、違うな。ごめんなさい。ちょっと設定をいじらせてください。真上から映像構成、これはして最近これがうまくいってるような気がするので、露出やらが動かんように設定して、こういう感じかな。こういう感じがいいかな。よし、ちょっとね、ちょっと暗いかもしれませんけど、よろしくください。ちょっとこうラフスケッチ的な、感じとドローイング的な感じと、いいですね。素晴らしいですね。おいくつですか、この方は。素晴らしいですね。ここの距離感、ここの面、ここの頭蓋骨を意識しながら、すごく頭蓋骨の感じも出てるし、ちょっとこう下も向いてるから、耳よりも目の位置が下にあるとか、鼻の位置があると。明日でも何時、朝ちょっと行って、ちょっと千葉の方にちょろっと寄ってくるんですけど、ね、千葉の方にちょろっと寄ってから東京のどこですか、雑司ヶ谷になるの、あそこは近くまでは行ったことあるんですけどね、佐藤美術館というところにちょろっと用事があって、今年の頭ぐらいで、もうちょっと前か、去年の頭ぐらいに辺まで行って、ここがあれかと。何やったっけ、なんとかハリドさんじゃなくて揉めに揉めた、国立競技場のあれなんやということで行ってまいりました。今日はね、ちょっとラフに、皆さんもだらだら、もう当然この時間になるとおじさんこんなもん飲んでますのでね、チューハイということで、飲んでおります。こういう感じでちょっとラフにこう取ってですね、今日はでもとにかくこの濃いやつを使って買ってきましょうと思います。青木先生の YouTube を見て、今は私の専属仮無地職人です素晴らしいね、めちゃくちゃいいね。もうあんた稼ぎって感じなんかな。いいじゃないですかね。生きがいやらなんやらを持つっていうことは素晴らしいよね。なんかね、僕なんかこう近くのホームセンターがあって、でそこのホームセンターに学生時代とかよう行ってて、学生を教えていた時か行っていて、
でそこのなんかこう木材をちょっとカットしてくださいってこう頼むことがあって、めちゃくちゃ丁寧な、まあ言うたらおじいちゃんがいたんですよ。おじいちゃんでめちゃくちゃ丁寧やなと思って、もうなんかこうまあすごい時間かかるから、そのおじいちゃんといつも喋ってたんですね。もう可愛いて可愛いてしゃあないから。そしたら途中でそのおじいちゃんが「もしかして小木曽先生ですか?」って言うから「ウェイ!」と思って「はい」なんて言って「こんにちは」なんて言って「実は孫がお世話になってます」って言ってえと思って、その時に当時教えていた学生のおじいちゃんがそこのホームセンターでもう、でもその当時でももう80超えてたかな、やられていて、なんかそういう木材の切る担当されていてね、びっくりしましたよね。元気にさしてはるかなよいしょ、なんか変なこと今思い出しました。めちゃくちゃ丁寧だね見えてますかね、大丈夫かな。ウィズアルファさんも横浜 M さんもね、横浜のグッズをちょっと今チャット欄に貼っといて、僕もよく分かってないですよね皆さんすみません、本当もう適当なんで、いいですよっていう感じで、グッズ作りたいんでっていう、いいっすよって言ってぐらいで、いつから販売ですとかそんなもん僕何も聞いてないし、聞く気もあんまないというかね、あんまり宣伝してもねあれなんで、よかったらですね、なんか横浜の何が皆さんあれですか、欲しいですか。みちみちさんやら見てはったみたいやけど、 T シャツなんかはねちょっとねあれやから、エコバッグもねなんかあれやしね、そんなことよりサガン鳥栖がもうやばいねサガン鳥栖やばいやんけ、おいくそー、まさかの、もう全然見てないんですけど、まさかのサガン鳥栖10何位。そんなことより皆さん何に興味がありますか。自民党総裁選ですか。僕はやっぱり興味を持って見てはいるんですけど、問題はあれですね、そんなことより立憲民主党の総裁選を一切報道してないですね。僕別に政党支持とか言ってないですよ。もう全くないんですけど、同じぐらい盛り上がらんとねなんかねと思いながら、もう自民党にいっぱい食われたなっていう感じがして見てますけどね。こんな感じでちょっとラフに書いていきました。これ HB です。HB の鉛筆。T シャツかいや T シャツとか僕もなんかこうグッズ販売しませんかって何とか実は来たことあるんですけど、いやーなんかデザインとか思いつかんって、こんなとこに起きそうとか書いてあってもねごめんなさい、野球を先ほどまで見てました。伊藤千恵さんが来てくれるとぜひぜひ、いつか横浜にも、横須賀ってどの辺なんですか。横須賀って進次郎さんのあれですよねあとやっぱり進次郎さんって絶大な人気なんでしょうね。もう本当に佐賀選出の議員さんで有名な人はね、原口さんが有名かな多分ね。原口さんって昔よくねテレビタックル出てはった、ちょっと最近がんになられてたんですよね、原口さんって。あの方が有名ですけど、横須賀は選出はあの人ですよね。もう本当に大臣さんになるんですか。横須賀ってなんかカレー、横須賀カレー なんか僕はあんまイメージわかんないんですけど、 HB もっとざっくり言ってみようか。ちょっとこうこれ千枚同士、これでなんか効果出ますかね効果出るかな。100円ショップで買うた千枚同士、もうちょっと右の方がいいかな。くまこさんもこんにちは。ちゃこさんも久保さんも、稲葉さんもありがとうございました。コメントなんか、ゆきちゃんもこんにちは。埼玉りさんもありがとうございます。コージ N さんも飲んでますか。昨日おとつい上げた動画、まあ前にもちょっと正直言うと似たような内容僕上げてるつもりやから、まあでもなんかリバイバル的な感じかなと思って上げたら、久しぶりになんかちっちゃくバズっとんなって。僕のはね動画はそんなもんバズることあんまないんですけど、ちっちゃくバズっとんなと思いながら、鼻のところの光をちょっとで、その中でコメントがあって、いい絵といまいちな絵、いい絵と何うまい絵の違いみたいなのが、じゃあ作ろうかなと思って作ったんですけど、今日もなんかこんなん作ってくださいって来てたけど、東大出身の人ね、
ごめんなさい、あれ、文章読んでも僕頭悪いから理解できんかった。ごめんなさい、東大の出身のなんとかさんね、ごめんなさいね。自分でね、鬼公表会で東大出身って言うてはったらうるさ。横須賀って何かあります？横須賀。伊豆とか。ねなんかあの辺とか行きたいな思うんですけどね、シャボテン公園とか行きたいねなんて、妻、パートナー、おかみさん、話してたことあるんですけど、うるさい、ほんと。まあね、この時間はね、よいしょ。23分スタートね。なんかほんと質問だったらしてください。あとなんかグッズもね、T シャツか、僕はもらえるのかな。なんか前なんかキーホルダーみたいなの作ってもらったんですけど、子供にこれつけて幼稚園行くかって言ったら嫌やって言われた。まっすぐ言うのえって感じやね。アメリカの基地あります。アメリカの基地ででも絵なんか描けないでしょ。ちょっと濃いめにしてみましょうか。これね、ステドラーのめちゃくちゃ濃いぜっていう鉛筆ですね。だから普通の HB よりも多分 2B ぐらいの感覚なのかな。なんかちょっとこう、なんていうかな、ちょっとコンテまでいかんような感じやけど、ちょっとコンテ的な雰囲気はあります。横須賀基地がある。佐賀県は一気にこれ何 2B めっちゃ一気に濃くなった。佐賀県もね、実はなんかあれが来るんですよ。オスプレイ来るんですよ。でしょ、あれオスプレイでやってんでしょ。僕ちょっと佐賀県の偉いさんやないから知らんけど、めちゃくちゃ車来てましたよ。あれをするために。空港の横に作るんですけど、ちょっとねここが長くなったりすることがありますよね。お年寄りの場合おいくつぐらいの方ですか？18歳ぐらいですか？このモデルさんは専属学職人今見てらっしゃいますか？寝張りましたか？うちのばあちゃんはだいたい7時過ぎ寝てましたね。で面としてこっちの面があって、でここに大きな稜線があって、である程度正面を向いている面があると。でまたここから側面に入っていくところみたいなのを、じゃあどこからこう入っていって、どこからどうなってとかっていうことを少しこう意識しながら、女性やったらなかなかねこうガツガツいけへんけど、こう男性達筆男性ましてやね、刻んできたシワがやっぱりイケメンすぎるので、思い切っていけるかなと思いながら、基本的にちょっと今はね寝かせながら描いていってます。ねえ、なんか皆さん今興味関心事ありますか？本当に。いや民主党総裁選、民主党ちゃうかっていうか、民主党の先ほどちょろっと見たらYouTube あるんですね。1800本ぐらい動画上げてて、なかなか頑張ってやるわと思って登録者見たら4万人で僕のが多かったという。3万人かな。うっそーと思いましたけどね。ねうっそ結構1800本も動画上げてて、僕の1400本ぐらいによりもあれやのにねとか思いながら。よいしょ。試合終わったらね、明日も夜遅いからね、飲み会とかもできへんしね、残念です。もう次の日の朝早い飛行機で帰るので。よいしょ。少しこうラフにねこう描きながら、形も取りながら端をつけながら、少しこう稜線と呼ばれるところは少し、筆圧を強めにしながら濃くして、稜線から反射弧に入っていくところとかっていうのは少し筆圧を弱めながら描いていってます。よいしょ。ねえ、なんかねどうなんですか、もう皆さんは関心事とかありますか？腰痛とかですか？足腰膝の痛みですか？何ですか？よいしょ。いいね、専属仮学職人はええな。よいしょ。もし質問あったら本当遠慮なくしてください。ちょっとこうね、なんか出てきてますわね。多いね今日ね。よいしょ。
ネロさん、夜珍しいですね。83歳。うわ、素晴らしいね。元気ですね。あと80年ぐらい頑張れそうな雰囲気がプンプンとしてますね。ちょっと待ってね。斜めからのアングル、斜めアングルをちょっと、こちらの方がね、もしかして見やすいかもしれないから、こちら若いんで、これで、ズームをちょっと、うるさい。よいしょ。あ、焦点じゃないな。焦点は、ズームは、あれ、ズームになってしまってんな。ごめんなさいね、ちょっとね。このアングルのが、もしかして皆さん見やすいかもしれないのでね。ちょっと見にくいね。もうちょっと引きがいいのか、このぐらいか。ピントがあかんね。上にしようか。ちょっとごめんなさいね。焦点は焦点を動かさないで固定の30秒ぐらいか。これぐらいかな。よいしょ。もしなんか質問あったらしてください。遠慮なくしてください。T シャツいいですね。同じ T シャツで集まりたい。僕はそういうの恥ずかしいから僕みたいなどっちかというとね、天下無敵のひねくれ者は同じ T シャツなんか絶対嫌やな。恥ずかしいって恥ずかしいで、このぐらいかな。同じ T シャツで集まりたいとか言うてやる。うわ、おっちゃんはあかんわ、恥ずかしいわ。いや、こうユニフォームを一緒のこう、ね、好きなチームとかのあれ着るのも あれの昔なかったけど、今もうほとんどのなんかスポーツ観戦とか皆さんしてますもんね。あんな見てるとね、すごいなと思って。あれぐらいならギリギリスタジアムでギリギリできます。ひねくれ切ってるので。でいろんな方向のタッチをね、で特にこっちのタッチはやっぱ難しいので、ここの辺からも回っていくということで、後ろの方にこう抜けていくような空間の作り方みたいなのとかを、どうしてもこうタッチの方向は左斜め下下がりのタッチが多くなります。そして耳のところっていうのはね、奥行きをちゃんとこう意識しながら手前の方をぐっとこう出していくような感じで、もうちょっとこういうのやっておきましょうか。せっかくやったらね。次 4B 行ってみましょうか。けいこさんもこんばんは。野球も見て、負けてる。くそ、西舘君なんか球数多かったね。そこまで見てた。2対2まで見てた。昨日からね、なんかね、ちょっと点入りきらんもんね。なんかね、どこまで行くんやけどね。あ、いいね。そうか。なんかね、昨日もなんか、ね、勝った思ったんやけどね。昨日ね、惜しいね。まあ、今年はもう、広島がやっぱちゃんとした野球やってるわ。素晴らしい。ジャイアンツもね、そういう野球、ごめんなさいね、野球興味ない人ね。真面目に絵描けっていう話ですね。でいろんなちょっと方向のタッチとかも入れながら、形をですね、こう複雑にこうしていく。ただ単にこう色を見るだけじゃなくて、こう筋肉の動きなんかもこう見ながら、そのタッチがこう複雑になってきて、ぐっとこう濃い色とかも着ながら、ね、鼻がぐっとこう前に来るということはもうちゃんと意識しながら。負けとるか。なんぼで負けてます。3対 2。よいしょ。でこっち側のこういうタッチもあるなとかっていう風にですね、こうまあなんか頭蓋骨のこうなんか写真かなんかをはめ込めたらいいんですけどねはめ込めたらなと。ちょっと待ってくださいね。これぐらいがいいかな。ちょっと画面が暗いかね。まあ多分これぐらいのがデッサンとかよく見えると思うので、デッサンっていうのはね、これぐらいのが多分画面として見えるので、ちょっと暗めに設定をしてあります。うっそーなマジで150キロぐらいの球投げるね。
甲子園もね、あれでしたね。全然見んかったけど、京都国際が勝ちましたね。なんかね、京都国際が優勝して、初優勝って出てました。おめでとうと。関東一高はね、おこえくんのあれ母校で。よいしょ。イケメンやね。イケメンモデル。何を騒いでんのかな、あの人は。おとんと東京行くとか言ってましたっけ。怖いね。よいしょ。基本今のところずっと寝かせながら書いていってますね。寝かせて書くことによって鉛筆がこう紙の目の中に入っていかないので消しやすいんですねっていうところはあります。消しやすいね。デッサン楽しみですと。このぐらいアップでいける？よいしょ。ドローイング的なね、こう線も入れながら、ここのこう頭蓋骨ですね、頭蓋骨この辺かなと。しかしね、夏もう東北の方とかはちょっとマシになってるんですか？もうめちゃくちゃまだ暑いんですけど、昨日行けるかな思ってお兄ちゃんを早くこう迎えに行った後に公園行ったんですけど、地獄でした。カマキリを取りたいって言うからカマキリをお兄ちゃんとだけ取りに行ったんですけど、ガリ港ですね、吉野ヶ里公園に行ってきたんですけど、700円ぐらい、入場料と駐車場代だけで700円ぐらいかかるんですけど、滞在時間はまあ2時間はいたかな。めちゃくちゃ暑くて最後と無言になるという。カマキリを取りたいというからカマキリを取りに来ました。もうすでに取っていたカマキリもいたんで、頭あった。それの中に、1匹見つけまして、お兄ちゃんがすぐ見つけまして、やったねとかって言ったんですけど、新しく見つけたカマキリを以前からいた、まあお兄ちゃんはそのカマキリに名前をつけてます。俺の王様って名前をつけてますけどもそのカマキリのカゴに お誕生日おめでとう、おめでとう。今日お酒いつも通りチューハイですよ。もう軽めです。軽め。終わってゆとりがあれば焼酎を飲もうと思います。いろんなところで皆さんからお酒いただいてありがとうございました。ついに切れたんですけどでも以前から買っていた、紙パックの黒島美人が3つ、これももらいもんか、ありまして、ようやくそれにたどり着きました。いいですね、いい顔してますね。でちょっとこうまた硬い鉛筆、言うても HB ね。これなんか濃いめの濃い鉛筆セットみたいなステッドラさんの出てますので Amazon で買いましたんで、皆さんも買えます。なんかこれぐらい濃いのでグググググとこう進めていくのもいい練習になるかなと思いますし、じいちゃんとか言ってね、モデルさんしてもらうとかっていうのもありかなというふうに思います。実際に見てもちろん書くこともあるんですけど、さすがにねちょっともう僕もじいちゃんばあちゃんがもう亡くなってしまって、ですね、よいしょ。でこれぐらいになってきたらちょっと一旦ですね、一回こすろうかなというふうに思います。こするのとかね、すごい否定的な方もいますけど、私はなんか出来上がり良ければいいかなというのと、こすって終わらんかったらいいかなというふうに思ってます。山形は暗くなるとすごい涼しくなりました。いいですね。ティッシュすり込みありますよ。スーラの天秤はうまいえ、どっちなのね自分で考えて自分で判断される。僕もスーラ確かに考えたんですよ。どっちかな。
もうわからんわと。動画にしたらもうわけわからないからやめようと思って。で、この両線に対して、側面にグッと入っていくようなところとかっていうのは、これコットマンっていうのの細かい目ですね。こういうところに白い点々が出てきました。で上にこう抜けていくね、奥にこう回っていくみたいな空間作りとかね。よいしょ。めっちゃ喧嘩してる。よいしょ。まあこんな感じでですね、ちょっとこう側面に入っていったりこう動きをこうつけてね、こうつけて、少しこすってみました。よいしょ。でもう一回同じように2B とかでね。よいしょ。グッグッグッグ。まあ、あんまりこすって終わらん方がええかなというふうには思いますけども、まあ、土台作ったり鉛筆のこう表情を複雑にするには僕はいいかなというふうに思ってますし、よいしょ。もうちょっとこの辺やね、この辺の角度やね、この辺かな。よいしょ。ビビ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 。でこうザザッとこう描いた表情みたいなのもちょっとこう複雑にしたいな思ったらこう殺筆みたいなのとかでより暗いところの中の暗いところみたいなのとかをちょっとこう作っていったりとか、鼻の側面とか、シワのところとかっていうのとかを少しこう鉛筆のですねこう表情を複雑にして、硬い、鉛筆で描いたような表情みたいなのを作っていくこともできます。よいしょ。よいしょ。これでね、こするという僕は結構書きます。書く。名古屋溶ける暑さです。こんばんは、愛さん。4対2か。練習の方の動画を見て最近デフォルメについて考えてるんですが、絵画でのデフォルメは自分自身の美しさや形に対しての追求、そしての変化していくことなのかなと思いました。そうやと思いますよ。追求の結果なのでデフォルメされた形にも責任を持てるかなと。もうまさにもうみちみさんのそれでいいと思いますよ。デフォルムに関しては。ね、まさにその分析でええと思いますよ。もういい形とかね。自分の中のその絵画的に、伝えたいことのためにはいい自分なりのいい形というのがどういうことなのかなっていうもっとされていたらそれが一番ええんちゃうかなと。でちょっと反射光ですね。例えば消しゴムでちょっとこう濃いめの鉛筆を使ってるからですね少し消えにくいんですけどもでそれでもなんかそれが味になってくるというかですね、いうような雰囲気があっても面白いのかなと思います。こすることばっかりに頼るといかんですよ。もうこれはまず大前提ですね。めちゃくちゃうるさいな。ちょっとなんか単にこう書いてこすっただけじゃなくてまた線が入ってきてみたいな感じですごくこう複雑になってきてるの分かります？よいしょ。で消しゴムでもう中にまで光が入ってきたりとか喧嘩になってきましたね。こう入ってきたりとかよいしょ。これぐらいになってきたら思い切ってねいつも皆さんねやりよるなと。これもね反対される方多いですけどいいです確かにね形薄っぺらくなるのは分かるんですよそんなこと分かってますよ。でもね一気に変化をさせたいっていうね
一気に状況をこう革命的に変えたいときにはこの方法は跳ねぼうき、これ意外と便利ですよ。やっぱりね油がついてしまうので、手のね油とかついてしまうので、ね、こういう感じでどうですかっていう感じですね。という感じでね土台をこう作っていきました。殺筆とかも使いながら、もうちょっと鼻の光がこっちやね。よいしょ。ピピ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 。ちょっとあんま似てないね。お会いしたことないから申し訳ないですけど似てなかったりするのは許してください。イケメンすぎるっていうことだけは僕はもう理解できてますのでね、もちろんね。あとなんていうかあんまり最近こうやってないようなちょっとドローイング風のこうデッサンにしたいなと思ったので、ちょっとこうラフに形とかに関しては若干ねお許しください。いつものように1時間ちょっとでこう書くということをでやってますから、全然あかんやんけとか言われたらね泣きます。泣きませんけどね。いやすごいですよ。父親正雄さん本当正雄さんちょっと違うよね。もうちょっと顎が出てはるんかな。うちの親父も顎出てったから、そういうこうところをこういいですね。正雄さんですね。もしねまたちょっと熱が冷めてきそうなんですけど僕熱冷めるとって言ったらなるんですけど、ちょっと高齢の男性を女性でもいいんですよ、書いてほしい。ただシワを減らせとか髪の毛増やせとかそういうご要望には1ミリも応える気はないですけども、もしモデルさんしてくださるというベリーカインドネスな方がいたらメールをいただければ下に書いてありますけども、ここの形が違うのか、なんか違うの。こうやってねこう違うんちゃうかということをこうやってねこう光を描いてある。これ硬い消しゴムです。硬い消しゴムです。正しいですよ。本当に正雄さん正しいですよ。ピッ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 。デフォルメってそうよね。今 2B ですね。でぐっとちょっと濃いところ一回行ってみましょうかね。怖がらずに、怖がらないで。42が今日は刀再開やろ配信やっててよかった。もっとイライラしてたわほんまってね、打てへんなー言うてね、ちょっと黒い色グッと置くとね、今日はちょっと鉛筆を濃い鉛筆を使いながら描いていってます。ちょっとドローイング風なところもありながら、少しかっこいい、デッサンを描けないかなと思っております。もしね質問あったら。消しゴムを使う邪道と言われるんですか。なんか形ギューッと決めることね。消しゴム使うことを邪道とは言われないです。ぐーっとこう形を安直にこう決めてしまうみたいなことをすることに邪道というふうに言われることはあります。いいんですよね。あんまりこう本道が分かってないから邪道も僕にとってはへったくれもないというかね。ガーッと、濃いめの鉛筆だけでねこのステッドラーのセットだけで描いてみたら、なかなか迫力のあるね面白い絵になってきてるんじゃないですか。これ本当は動画にしようかなと思ったんですけどねちょっと時間もなかなか作れなかったので。色というのと形というのとね、質というのと形状というのともいろんなものをこう考えながら描いていくのがデッサンですよね。よいしょ。
と黒すぎるかな。いやこれが一口で語られないのですが、その中間というか知らない人なのにそれが出ているのがすごい嬉しい。昔アデランスに勤めていたんですが、社員だから格安でプレゼントできたのですが、みんな髪の毛ないの知ってるから自然なカツラもカツラとバレてしまうのでプレゼントしませんでした。母親が横で、全然正しくない男とほんまに正しいじゃないですか。何を言うてんめちゃくちゃ正しい男じゃないですか。おもろ面白い。いいね、やっぱこういう企画ね。なんかね、面白いね。本当にちょっとうちのばあちゃん書いてとか、なんかじいちゃんがええよとか言うたらね。もうここにコメントせんかったら誰かわからないからね。こうやってコメントしたら、おさえさんとこの正雄さんやなってわかるけど、別にコメントせんでもいいしね。僕の方では、言わないでくれ言うたら言わないしね。ただ顔だけは出るというね。全然正しい。あれなんですか、やっぱ奄美なんですか。奄美ええよね、本当に。なんか、嫁はんと住むにはやっぱりね、ちょっとって言いながらどうなんとか言われて、そうやねって。本当になんか冬の間だけとかねなんかスケッチ行ったりねとかって言いながらボソボソと会話が終わりましたが、どこもそうですけどね。北海道とか行っても雪怖いしねとかね、なんだかんだ言うてやっぱね、今僕が住んでるとこ酒もあれも美味しいですけど、どこがいいですか？横須賀がいいですか？なんかね、もうなんかこうね、鉛筆自体がすごい複雑にもなってるからですね、ある程度大丈夫かな。こうデッサンをいつもやるとね、トーンがあんまり出ないんですよね。今日はちょっと出てるかな。でまたこう練り消しとか消しゴムとかでね、こう書いてみたりとか、このぐらいのなんかハーフトーンやったらもうちょっと硬い鉛筆で書きたいとこなんですけども、今回はこの濃い鉛筆縛りでいってますので、なかなかステッドラーの濃い鉛筆だけで今日は書いております。形をね、下から書いてると見えないですよね。言い訳ですけどね、ごめんなさいね。言い訳なんですけどね。正しくない、全然正しくない男って言われてると。一応あとね、大阪の個展がもうほぼ確定しましたっていうのと、イタリア旅行若干なんか言うてんかな、なかなかね、電話でもやり取りしてあれなんですけど、若干こうあれが出てて、もし興味ある人は私にメールください。若干キャンセルが出ているそうなんですけど、でも毛布屋さんでもええんちゃうというような話、僕もそう思ってたりするんで、よいしょ。いろんな方向のタッチとね、こう伸びやかな線と耳の形なんかも改めて見るとね、よいしょ。全然正しくない男、マサオさん。いつもやったらこのぐらいでなんかこう HK とかね、少し硬いのとか使って、線とかを複雑にしていきますけど、今日はねちょっと縛りが自分で縛ってるだけなんですけどあるので、よいしょ。こんばんは。書きすぎたと感じるとついつい手で取ろうとして結局こすってしまいます。
少しだけ取りたいときは練り消しで叩けばいいですか練り消しで叩けばいいんじゃないですか。ちゃん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 とか言ってね、練り消しでちゃんちゃんちゃんと叩いたりすればいいんですか。少し柔らかくとかね。あと方法あるかな。他あんまり僕は今パッと浮かばないですけどね。ピュ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 。基本は鉛筆はやっぱ立てたりとかしながら書いていってます。よいしょ。で少しねこうなかなか配当の中で複雑にするの難しいなと思っているので、少しこう達筆でこう汚すように複雑にこう書いていったりとかですね。ああそうなんや。コニアとかけろまなんや。素敵やね。今は両親私のところ住んでますと。うわーそうなんや。船買うてたんですか。そうなんや。いやいろいろね、石垣島とかももちろんねいいんですけど、やっぱ奄美は近いんですよね。だからなんか子供たちも飛行機乗せてもまあ持つしね。何分ぐらいだったかな。40分ぐらいだったかなね。奄美のコキリクワガタが実は昨晩ご逝去されましてめちゃくちゃ僕がまられて家の中で飼ってたんですけど、ついにご逝去されまして、私のなんか今年の夏はもう終わったかなと。めっちゃくちゃかっこよかったんで、もうお兄ちゃんのクワガタ熱ももうちょっと冷めてきたんで、もう来年はほぼないかな。弟が熱が出るか分かりませんが、よいしょ。なんかこう汚しながら書くという感じでね。それでやりすぎたらまたこう押さえてあげてタン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 とかね。コロコロさんも久しぶりですと。水上モーターバイクみたいな友達と買ったありますよね。もうね、あれ高いのやっぱ200-300万するの。いやでもああいうとこ住んでたらああいうの欲しなりますわね。ああいうのね。次はちょっとね、島関係やったら対馬って行ったことないんですよね。対馬気になってるんですよね。まあ五島列島はずっと前からね、何度も五島列島いいっすよって言って僕は3回行ったかな、あるんですけどね。よいしょ。正雄さん怒ってないですか？大丈夫ですか？これ俺はもっと髪の毛ここにペペってあるんですけど、逆光で白く描かなあかんので、初めにこうあれしとかなあかんかったです。ここにいっぱいあるんですけど、ここにめちゃくちゃ髪の毛あったんですけどね、お母さんね、こんな薄いわけないやろって突っ込んでますってモニター越しに。ごめんなさいね。ちょっとラフな線とか、ちょっと写真の撮り方によってギュッとこう体が小さくなってたりするので、まあ、そういったところは絵の中で、少し変えてあげたりとかしながら、よいしょ、少しこうね力強い線とかも活かしながら、よいしょ、対馬めっちゃおるんでしょクワガタ。赤星くん、冒頭した赤星くんなんかメンタル弱いよね、あの子ね。なんかね、球投げるんやけどね、かわいそうな。今年0勝7敗なんだよね。そうなんや、ちょっと早めに変わったんやね。攻められんよ、赤星を上げた阿部監督が悪いんや。赤星くんをどうしてもなんかしたい2軍監督の桑田さんかなのせいかな。なんかもっとまた若いピッチャーとかも、まあ赤星くんもね、やっぱね、そうなんや。冒頭したんやな。ありがとうございます、杉若さん。杉若さん、ありがとうございます。大体イメージがつきました。2番手で赤星やろうとね、いうことで、昨日、伊藤祐希ピッチ
っていうピッチャーが2軍に落ちたから、誰が上がってくるのかな思ったら赤星やったんですね。もうちょっとね、なんかね、よいしょ、堀田健信とかね、もうちょっと僕が見たいピッチャー多いんですけどね。今でこうどれぐらい23分から始めたから1時45分ぐらいかけそうでしょ。細川よくやった。細川打った。さあ、お父さんは美容院行かれるんですか。やっぱ普通より割引になるんですか。失礼なこと言うとな、俺もね。普通よりお父様どうなんですか。うちの子供は僕バリカンでチビの髪切ってますよ。子供用バリカン1200円ぐらいのやつをネットで買うて、結構いいですよね。しかし細川っていう選手はね、なんかね、もともと横浜にいたよね。横浜を半分現役ドラフトという制度で移ってきたんやけどね、見事やね。打率も今2割9分3割ぐらいあるでしょ、あれね。見事ハマったね。おこえくん頑張れ。よいしょ。少しこうラフな線とかも残しながらの今日はデッサンを描いております。もし質問あったらしてくださいね、皆さんね。7対2回終わったはい、よかった。今日ライブ配信やってよかった。もうイライラして酒がぐいぐい進んでいたとこでしたね。よかった酒代も浮いた。よしよかったくっそ今年はもうええか。いいとこまで行ったしね。なんか来年への秋広くん全然出こへんね。浅野くんめっちゃええね。浅野くんって選手がおるんですけど、めちゃくちゃイケメンなんですよ。シュッとしててね、イケメンの選手がいて、それが今年はドラフト1位で入ってきたんですけど、ちょっとすみません、もうどうしてももうちょっとこうステッドラーの普通の鉛筆のごめんなさい、微妙なトーンがやっぱこれの鉛筆の限界が来まして、ステッドラーのある程度ここまで書いてきて、最後で、今 HB のこのステッドラーので、書いております。ある程度ね、これぐらい濃くこう書いてから、あとはハーフトーンを最後こうつけていくというのにはやっぱりどうしてもね、そうなんや。で少しこう消しゴムとかもうまいこと使いながら、やっぱタッチとかも複雑にこうね、消しゴムとかもやりながらなってきているのは分かるんじゃないかなと思います。うわー、細川に25か絵を描きながら、このおじさんは何を考えているんだというね、何をぐつぐちゃ言うてるんだという感じですよね。そんなこう H とか 2H とかは使わんでもええかなと思いますけどね。 HB 質問してくださいね。宇佐美も歌？宇佐美くんってあれやな、あれとももクロの人と結婚した人でしょ。元ジャイアンツなんですけどね、日ハムに行ってね、何でも知ったんだこの人な明日サッカーの情報ちょっと頭入れとかんとな。サッカーの情報入れとかんとな。どうですか皆さん、このぐらいのレッサン楽勝やって感じできそう？おっさんみたいに喋りながら1時間ぐらいあれば楽勝で書けそう？そうよ、喋りながらプラス今1時間かかってないからね。受験時とかね、受験生の時とかもっと早かったもんね。集中もしてね、受験やしね。
遠慮なくね、初めての人とかね、ここ2日で2、300人登録者増えたんですよ。あれで、多分ね、2、300人やと思うんですけど。だからね、初めて見るという、何この人、全然真面目にやってへんやんっていうね、そこじゃないよ、一生懸命書いてんのよ。ちょっと、なんか、ジャイアンツにいたらちょっとアレックス・ラミレスに見えてきたな。やばいな。ラミレス監督、ラミちゃんに見えてきたな。なんかラミちゃんに書きながら徐々にパパ、私のこと自分でパパってごめんなさい。書きながらなんか、アレックス・ラミレスに見えてきたぞ。ラミちゃんね。元ヤクルト。DNA の監督してたのか。ちょっとラミレス見えてきたな。まあ、ここからね、ある程度こう粘れるところはぐーっと粘りながら、こう深みを出しながら、ね、全体も見ながら、光も見ながら、タッチも見ながら。ラミちゃん似てると。先生の学生時代打率1割。全然打てんかった。だって8番とかやったからね、僕バッター。ピッチン投げる方はコントロールが良くてエースやったけど、打てない、もう力任せにアホみたいに打ってたから、なんていうか、ドカベンでいういわきみたいなもんですね。全然ダメでした。よいしょ、足も遅いし。年取ってバッティングセンター行くとすごいこう打てるようになるんですよね。あれね、面白いもんで、なんかね、理屈がちょっと分かってくるんですね。最近バッティングセンター行ったら子供らにかっこいいって言われましたもんね。近所の周りの小学生とかよりもちろんバンバン打つから、お父ちゃんかっこいいって言われた。サンキューって言って、よいしょ。池袋の池袋の何ちゅうとこやったっけな、あそこのサンシャインに向かう途中にあるバッティングセンターに置いてました。あそこ置いてた。予備校のなんか仕事中にちょっと東急ハンズに買いに行き物でちょっと行ってきます先生すいません言うて先生しながら買い物行って、もうほぼその後にバッティングセンターに寄るというサボってましたね、今思えば。マサオさんラミレス似てるって皆さん言うてますよ。よかったですね。秋内の岩木正美。宇佐美離婚しちゃったんです。知ってますよ、もちろん。もちろん知ってますよ、そのぐらいの情報は。はい、知ってますよ。そんなことはね、もう皆さんね、言わずもがな。名古屋地方がなんか盛り上がっとんな。名古屋地方が盛り上がっとんな。結構なんかね、自民党の議員で名古屋界隈の人、面白い人いっぱいいましたもんね。なんか面白い人いっぱいいたな思ってね。岐阜とか名古屋とかね。ちょっと笑ってしまったんやけど、あの辺めっちゃ集中してるやんと思ってね。なんか面白いですよね。あと静岡とかも面白い人いっぱいいて羨ましいなと思って。よいしょという感じでございました。どうですか皆さん。だいぶ複雑になってきたでしょ。面白くなってきたんじゃないですか。1時間程度です。なんかもうこれぐらいのこう気持ちでね、こう1時間ぐらいでこう皆さんも絶対書けるわけやから、僕の動画見てきたやったらもう楽勝で書けるやろし、もう書けやんとおかしいわけですよ。もう誰だってこんなもん書けるわけで。あとはモデルさん。これどうでおさえさん、これあれ皆さんに書いてもろていい？ねえ、正雄さんどう？正雄さんイケメンすぎるから、コミュニティ欄とかにあれして皆さんの練習用に書かしてもらっていいですか？正雄さん。正雄さん何してはんねやな、今。酒飲みながら野球見てはんのかな。よいしょ。全然関係ないけど。なんか自民党総裁選のポスターかなんか、ぶわーっとこう歴代の総理大臣
がバーっとあって、なんかそういうポスターが何日か前に貼り出されて、貼り出されて、でそれを見た、女性の、コメンテーターちゃうな、なんとかさんっていう女優さんなんかな、よくわからんけど、その方がおっさんの詰め合わせやんって言ったら炎上したそうですよ。もうめちゃくちゃ面白くって、どう見てもおっさんの詰め合わせやのにね、どう見てもおっさんの詰め合わせに若い人から見れば見えるのに、ルッキズムやとか言うてね、もうほんまおかしな時代やな。体臭が臭いおじさんが嫌いということでね、僕も最近ほんと汗ばっかかくのでめっちゃ気になります。明日東京シャツ何枚持ってこうかな思ってますよ。本当に心配やな。ビクビクしながら行動せんと。よいしょ。という感じで、全然またたわいもないアホな話もしましたが、やんおっさんの詰め合わせって言うておもろいやん。例えおもろいやんと。例えちかおもろい、もうほんとおっさんの詰め合わせにしか見えんくてめっちゃ面白かったけどな。よいしょ。筆筆って削れると思うんですけどね、僕はあんま削ったことないんですよね。なんかね、これなんかただ紙をギュッとしてるだけやから削れると先っぽ切ってるでしょ。あいた事故のシーンが映ってしまう。ね、先っぽ切ってやろね、削るとしたらね。紙ギュッと固めとるだけやと思うから多分できると思うんですけどね。よいしょ。あんまこう削ったことないですよね。ちょっと黒くなりすぎてね、いろんな鉛筆の種類をあれしたらやっぱり先っぽあれ下なりますもんね。映ってない、ごめん。よいしょ。綺麗に先端がこう丸くなるようには削れないですね。ハサミかなんかでこう切った方がええんかもしれないね。よいしょ。あんな面白い例えないと思ったんやけどな、おっさんの爪なんで叩くのかな。ギスギスしておりますね。というの中ね。飛んでた。よいしょ。今日はね、もうちょっとここの目の間隔が狭いような気がするんだよな。今日はですね、横浜 DNA、元監督のアレックス・ラミレスさんをモデルに今日は絵を描いております。ほとんどは、ステッドラーの濃い鉛筆を使いながら描いていきましたが、後半になって今、普通のステッドラーの HB だけをこう使いながらちょっとしっとりしたような質感みたいなのをやっぱり鉛筆を立てながら描いていってます。前半の方は、殺筆やらこう使ってみようと分からんね。やっぱ、最後なんかハサミとかで切ったら一応使えますね。殺筆の先っぽ切るんですね。指大丈夫ですよ。何日か前ブスーやってねブシャー血出たんですよ。おーとか言いながら子供らが引いてました。大丈夫ちょっとだいぶでやっぱりタッチがねちょっとずつこう複雑になっていって、鉛筆からなんか形に変わっていくという、こう瞬間ですね。瞬間みたいな感じで面白かったですか。今日はね横浜ベイスターズ元監督アレックス・ラミレスさんをモデルに、描かせていただきました。さあぼちぼち1時間経ちました。7対2やったら見ん方がええな。テレビつけんとこテレビつけんとこ、よいしょ。おっさんのファンが怒ってるのかななんやろねもう分からん。なんでやろね。おっさんの詰め合わせやんっていうのの表現がおもろうて僕はしゃあない
確かにそうやって見たらね、もうなんか笑けてくるというか。よいしょ。僕本当にどこの政党支持でもないですからね。本当に何度も言ってますけど、動画でも。何にもないですからね。もう僕はもう子育てと教育っていうところだけ。もう別にもうあとはちょくちょくブータれますがそれぐらいでそこなんとかしてくれと、自分らの子供がねのことをやっぱ考えるとっていうことがやっぱ主ですけども、よいしょ。本当によいしょ。デジタルに強い人がちょっとね、なんか大臣やってほしいなっていうのはちょっと思います喧嘩ばっかりしてますが、お父ちゃん、お父ちゃんっていうかめちゃくちゃイケメンじゃないですか。なんで若い頃に出会ったあの頃ね、思い出してください。あの時はもうラブラブだったでしょ。もっとね、かけろま島に今日は行こうかとかね、今日はね、この星海岸に行こうよ、お父ちゃんとか、お父ちゃんって言うてへんね、マサオと、まーちゃんとか言ってたでしょ、昔は。その頃思い出してくださいよ、もう喧嘩なんかせずにもね、まーちゃんって言って、あそこの京阪が美味しいよって、食べ行こうよって、そうね、お母さんの名前知らんけど、適当なことを延々と。これ何倍だから B4 の紙かな ?B4 の紙の、コットマンっていう紙を今日は使いました。めちゃくちゃやっぱ書きやすい。これ、コットマン鉛筆デッサンには、コットマンの、スムーズ。めちゃくちゃ書きやすい。こんばんは。アンケート選択したらライブに飛べました。アンケート選択。あ、そうなの？そんな機能あんの？あ、そうなの？今日のアンケートに？そうなの？嘘？本当？って言ってももう終わろう思ってるんですけどね。という感じで1時間ほど描きました。なんかだいぶ減ったね。あまり話しすぎた。よいしょ、映像構成。まあなんか皆さんもね、ちょっとこうドローイングぐらいのこうラフな感じからスタートするような感じですかね。ちょっとこうチャレンジされてみてもちょっと似てないところありますけども、いいかなというふうにも思いますし、ぜひぜひこういうくらいのこう気持ちで、ちょっと似てないね。ちょっと違うね、やっぱね。目の位置がちょっと離れすぎてんのと頭の角度がちょっとちゃうね。離れて見やんと絶対あかんのよ。この位置からね書いてると下からこうどうしてもいいわけですけどね、やっぱあかんのよね。ちょっと明日定例の土曜日のライブ配信はできませんので、ご了承ください。申し訳ございません。ちょっと今日はね外国の人がねこの時間なかなかアメリカ系の方とかねもう完全にど深夜やと思うので来れなかったと思いますけども、残念ながらということでこの辺のこう写真の撮るセンスみたいなのをちょっとねここにこう来ておるんでね、こういうところがもうちょっと違うところを持ってきた方がいいのにね、誰が写真撮ったか知らんけど、そういうところにねこうセンスを感じるというかね、もうちょっとこう違うところに持ってきた方が絵にはしやすいのになと思いながら、なぜこのとこにでそれをうまいこと利用しながらピューッとね仲良くしてくださいね、正雄さんとお母さんね。お母さんも仲良くしてください。仲良く京阪を食べた時の思い出とか、黒糖焼酎を一緒に飲み明かした若い頃のことを思い出してっていうのが生まれてきた感動した話とちょっといらんなここな。いらんな。思い出してくださいね。仲良くしてくださいね。ほんと。そう今日はどうですかもうね。よいしょ。書くならね垂直の線が良かったんやけどちょっとずれたねなんかね。という感じでございました。なんか後ろもねこの洗濯のあれとかも書いてあるけど。よいしょ。よしじゃあありがとうございました。
もう80何歳の方とかはもう寝る時間ですよ。僕のばあちゃんはだいたい7時に寝てましたからね。正雄さんですということでございました。あんま質問ありませんでした。終わりですねと。写真に本人の人柄が現れているように感じますと。ほんまほんまとか言いながら分かったできそうで、やっぱりこう頭蓋骨とかをやっぱ意識皆さんせんといかんですよ。もうこういうのとかね見てると骨がやっぱあって、ちょっとどっかにして骨をなんかこうその動画を作ろうかなと一瞬思ってたんで、骨をどっかに書いたやつがあったと思うんやけど、ちょっとスマホで申し訳ないけど、やっぱね骨が頬骨がこうあってとかねこうあってとか、やっぱりちゃんと意識して鼻の尾骨があって、そこからこう鼻のこう軟骨なってとかっていうのとかね、頬骨があってとか、そういうのとかやっぱ意識せんといかんですよということでございました。ぜひぜひ80以上のうちのじいちゃんばあちゃん書いてくれとか、わしをぜひぜひとか、もう78ぐらいだったら80って嘘ついてもいけるのでね適当に皆さんあれしてください。エミさんもお疲れ様でした。姉には父参観日来るな、外で話しかけるなと言われてきました。父親参観に来て派でした。ちょっとよくわからんね。今日も忙しい中ありがとうございましたということで、皆さん国立競技場で待ってますということで終わります。お疲れした。終了。骨の解説みたいです。ぜひぜひ解剖学の本でも適当に買っていただければと思います終了。